あなたは恐れずに挑戦することができますか？唯一恐れるべきは恐怖そのものだ。フランクリン・ D・ ルーズベルト。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はフランクリン・ D・ ルーズベルトのことだが、唯一恐れるべきは恐怖そのものだを紹介していきます。恐れずに前進する勇気の重要性を語った彼の言葉は多くの人々に勇気を与えてきました。フランクリン・ D・ ルーズベルトはアメリカ大統領として大恐慌や第二次世界大戦を乗り越えるリーダーシップを発揮した偉大な人物です。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまずフランクリン・ D・ ルーズベルトのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。いつかアメリカの大統領のことは学びたいなって思っていたので、ルーズベルトさんから学べるのを楽しみにしてきました。無知ですけどよろしくお願いします。早速ですが、生い立ちや教育における背景などを知れたら嬉しいです。こんにちは、ハミルさん。いつもながら気合が入っているね。フランクリン・ D・ ルーズベルトについて一緒に学んでいこう。フランクリンデラのルーズベルトは1882年1月30日、ニューヨーク州ハイドパークで生まれたんだ。彼は裕福な家庭に育ち、父親のジェームズ・ルーズベルトと母親のサラデラのルーズベルトから愛情を受けて育った。父親は鉄道事業や工業で成功した実業家で、母親も裕福な家庭の出身だったんだ。このためフランクリンは幼少期から豊かな環境で育った。ルーズベルトの教育は家庭での個別教育から始まった。彼は家庭教師によって基本的な学問を学び、その後ニューヨーク市内のグロトンスクールという名門寄宿学校に入学した。ここでの厳しい教育が彼の精神力とリーダーシップの基礎を築く重要な時期となったんだ。高校卒業後、ルーズベルトはハーバード大学に進学し、歴史と政治を専攻した。大学時代、彼は学業に優れ、学生生活でも積極的に活動した。その後コロンビア大学のロースクールに入学するが、途中で中退し、弁護士としてのキャリアよりも政治の道を選んだ。ルーズベルトの家庭環境と教育は、彼が大統領としてのリーダーシップを発揮する土台を築く大きな要因となった。彼の育った環境と受けた教育が、彼の信念や価値観に深く影響を与えたんだ。うわ、すごい。裕福な家に生まれて、成績優秀。ハーバード大学に、ロースクールって、びっくりするくらいエリート街道を歩んできた人なんですね。そんなルーズベルトさんは、政治家としての道を選ぶと思うんですけど、初期のキャリアや、何か特筆するべき事柄があれば教えてください。そうだね。フランクリン・ D・ ルーズベルトは本当にエリート街道を歩んできた人だよ。そんな彼が政治家としての道を選んだ理由や初期のキャリアについてお話しするね。ルーズベルトの政治家としての初期のキャリアは、1910年にニューヨーク州上院議員に選出されたことから始まったんだ。当時の彼はまだ若く、政治経験も少なかったけれど、その熱意とエネルギーで注目を集めた。その後、1913年にはウッドロー・ウィルソン大統領の下で海軍次官補に任命され、第一次世界大戦中は海軍の増強に尽力したんだ。1921年にポリオに罹患し、下半身不随となったけれど、この困難を乗り越え、再び政治の舞台に立ち戻ることができた。彼の不屈の精神は、多くの人々に感銘を与えたんだ。1933年、ルーズベルトはアメリカ合衆国第32代大統領に就任した。当時、アメリカは大恐慌の真っ只中で、多くの人々が仕事を失い、経済は停滞していたんだ。ルーズベルトはこの危機に対処するために、ニューディール政策を導入した。ルーズベルトのリーダーシップとニューディール政策は、アメリカの経済を立て直し、多くの人々に希望を与えた。彼の政治家としての初期のキャリアと大胆な政策は、アメリカ史において非常に重要な役割を果たしたんだ。もうびっくりが連続して、頭が混乱しちゃいます。整理すると、政治家になって、第一次世界大戦を経験する。下半身不随になったけど、大統領になった。そして、その時期はアメリカは大恐慌だったけど、いろんな政策で国を立て直した。ものすごい人じゃないですか。その後について、もっと知りたくなりました。本当にすごい人だよね。ルーズベルトの生涯にはまだまだ驚くべきことがたくさんあるんだ。彼のその後についてお話しするね。ルーズベルトが大統領に就任した時、アメリカは大恐慌の最中だったよね。失業率は高く、経済は停滞し、人々の生活は困窮していたんだ。
この危機に直面してルーズベルトは迅速かつ大胆な行動をとることを決意した。彼のニューディール政策は経済を再建し、国民に希望を取り戻すための多岐にわたるプログラムを含んでいた。公共事業プロジェクトによって何百万もの雇用を創出し、銀行改革と金融制度の安定化を図ったんだ。また農業支援策や社会保障法の制定により農村部の支援や高齢者の生活の安定も図った。これらの政策はアメリカ経済の再建に大きく寄与し、国民に新たな希望をもたらしたことだろうね。大恐慌からの回復が進む中、1939年に第二次世界大戦が勃発した。当初アメリカは中立の立場を保っていたけど、1941年の真珠湾攻撃をきっかけに参戦を決意した。ルーズベルトはこの戦争においても卓越したリーダーシップを発揮し、連合国の勝利に貢献したんだ。ルーズベルトは戦争遂行のための総力体制を整え、国内の生産能力を大幅に拡大させた。また連合国の首脳との緊密な協力関係を築き、戦争戦略の策定においても重要な役割を果たした。彼のリーダーシップのもと、アメリカは戦争の勝利に向けて一丸となって努力し、最終的に連合国の勝利を収めた。ルーズベルトは1945年4月12日に亡くなるまでアメリカを導き続けた。彼のリーダーシップと決断力はアメリカ史において非常に重要な役割を果たし、現在も多くの人々に影響を与え続けているんだ。もうびっくり人生すぎていろいろお話ししたいんですけど、時間がなくなっちゃいますよね。ただ真珠湾攻撃で第二次世界大戦の参戦を決めたって部分ですけど、すごく気になりました。日本との関わりも深掘りする動画もいつか作ってください。今日は言霊である唯一恐れるべきは恐怖そのものだについてより深く背景を教えてください。そうだね、全てをお話しするととても長くなってしまうから、いつか必ずもっと深めた動画を作っていこうね。では次のセクションで言霊の背景を探っていこう。唯一恐れるべきは恐怖そのものだという言葉は、フランクリン D ルーズベルトが1933年3月4日に行った最初の大統領就任演説の中で述べたものなんだ。この演説は大恐慌の最中に行われ、アメリカ国民に希望と信念を取り戻すための重要なメッセージとなった。ルーズベルトが大統領に就任した時、アメリカは未曾有の経済危機に直面していた。失業率は高く、銀行は次々と破綻し、人々の生活は困窮していたんだ。国民の間には深い不安と絶望感が広がっていた。そんな状況下で彼の就任演説は国民に向けて力強いメッセージを届ける場となった。ルーズベルトは演説の冒頭で、唯一恐れるべきは恐怖そのものだと宣言した。この言葉は国民に対して恐怖や不安に負けず、前向きに立ち向かう勇気を持つことの重要性を強調するものだったんだ。彼は恐怖が実際の困難をさらに悪化させることを指摘し、それを克服するための連帯と行動を呼びかけた。この演説ではルーズベルトは経済再建のための具体的な施策についても言及した。ニューディール政策の概要を示し、政府の積極的な介入によって経済を立て直す意思を表明したんだ。この言葉は国民に対して新たな希望と信頼を取り戻すための力強いメッセージとなり、その後の経済再建への道筋を示す重要な一歩となった。唯一恐れるべきは恐怖そのものだという言葉は当時の国民に大きな影響を与えた。不安と絶望の中でこの言葉は多くの人々に希望と勇気を与えたんだ。ルーズベルトのリーダーシップとこのメッセージが相まって、国民は困難に立ち向かう力を得ることができた。この言葉の背景にはルーズベルト自身の困難な経験や信念がある。彼はポリオによって下半身不随となったが、その困難を乗り越え大統領として国民を導く立場に立った。彼自身が恐怖を克服する経験を通じて得た信念がこの言葉に込められていたんだ。本当にびっくりが止まりません。ここまでの情報がぎゅっと凝縮されて大統領の就任演説にまとまっている感じですね。きっと国民は勇気が湧いたんじゃないかなって想像できます。ルーズベルトさんがこういった強いメッセージを発するためには強い信念があったと思うんですけど、そのあたりについて教えてほしいです。確かに改めてまとめてみると驚きの連続、波乱万丈の人生を歩んだ人物だったことが分かってくるね。フランクリン D ルーズベルトが唯一恐れるべきは恐怖そのものだという強いメッセージを発する背景には、彼自身の経験と強い信念があった。彼の人生にはいくつかの重要な出来事があり、それらが彼のリーダーシップと信念を形作ったんだ。1921年、ルーズベルトはポリオにかかり下半身不随となったよね。この病気は彼にとって非常に困難な試練だったが、彼は決して諦めなかった。
多くの人がこのような困難に直面するとくじけてしまうかもしれないけれど、ルーズベルトはリハビリに励み、何とかして再び歩けるようになるために全力を尽くしたんだ。彼のこの不屈の精神が後の政治活動やリーダーシップに大きな影響を与えたんだ。さらにルーズベルトは若い頃から公共のために奉仕することに強い関心を持っていた。彼の初期の政治キャリアではニューヨーク州上院議員として、そして海軍次官補として国に奉仕し、第一次世界大戦中には海軍の強化に尽力したんだ。これらの経験を通じて彼は公共のために働くことの重要性を学び、それが彼の信念の基礎となった。そして第二次世界大戦中もルーズベルトの強い信念とリーダーシップは際立っていた。彼は戦争の厳しい現実に直面しながらも連合国の勝利を信じ、国民を鼓舞し続けたんだ。彼の信念と決断力は戦争の勝利に大きく寄与した。ルーズベルトの人生は困難な状況に立ち向かい、決して諦めない精神で満ちていた。彼の経験と信念は彼の言葉と行動に深く反映され、多くの人々に影響を与えたんだ。エリート街道を歩んできたけど、そこでの学びも様々な苦難に立ち向かうための布石だったように感じました。幼少期からの学びを総合して発揮することで、さらに自分の信念を築いていけるなんて、すごくかっこいいなと思います。私もそんな強さを持てたらいいな。最後に一つ、言霊が残した現代への影響について教えてください。確かにフランクリン・D・ルーズベルトの唯一恐れるべきは恐怖そのものだという言霊は、時代を超えて多くの人々に影響を与えているよ。この言葉には恐怖を克服し、前に進むための勇気と信念が込められている。現代でも私たちは様々な困難に直面するけど、ルーズベルトの言葉は恐怖そのものが最大の敵であり、それを乗り越えることが重要だと教えてくれる。この教訓は日々の生活や仕事、学びにおいて勇気を与えてくれるんだ。大恐慌や第二次世界大戦を乗り越えたルーズベルトの方法の一つは、国民の団結と連帯を促すことだった。現代でも社会の問題や危機に対処するためには、協力と連帯が不可欠だということを教えてくれる。ルーズベルトのリーダーシップと信念は、困難な状況に直面した時に強い信念を持ち、前向きに行動することの重要性を示している。このメッセージは、ビジネスや政治、教育など様々な分野で役立つ教訓なんだ。ルーズベルトの言葉は、過去だけでなく、現在や未来にも大きな影響を与え続けているんだ。私たちもこの言葉を胸に、恐れずに挑戦していこう。それでは、言霊を未来に生かしていく力に変えるために、ディスカッションするテーマを考えてみたよ。恐怖に立ち向かう勇気、団結と協力の精神、強い信念を持つこと、困難を乗り越える方法、公共のために奉仕する意識、成長し続ける姿勢。このリストに基づいてどれか活かせそうなことはあるかな。恐怖に立ち向かう勇気を選びます。私たちのような10代は恵まれた時代に生まれていると思うんです。一方で未来への希望が薄いとも言われているというのも知っています。命の危機とかは感じる機会はないけど、漠然とした恐怖が日常の中でつきまとっている、そんな感覚なんです。だから強い気持ちで立ち向かっていくためのコツを知りたいって思う人はたくさんいるんじゃないかなって思ったんです。ハミルさんの気持ち、すごく共感できるよ。若い世代だけじゃなくて、どんな年齢であっても漠然とした恐怖や不安に立ち向かうためのコツについて知りたいと思う人は多いんじゃないかな。ではルーズベルトの教訓から学べることをまとめてみるよ。1、小さなステップから始める。ルーズベルトの言葉から学べるのは、大きな恐怖に立ち向かうとき、まずは小さなステップを踏み出すことが大切だということ。大きな目標や不安に直面すると圧倒されてしまうけど、少しずつ行動を積み重ねることで自信がついてくるんだ。2、仲間と支え合う。ルーズベルトは国民の団結と協力を促していたけど、私たちも周りの友達や家族と支え合うことで勇気を持てる。話し合ったり助け合ったりすることで不安を軽減し、前向きに進む力が湧いてくるんだ。3、自分を信じる。ルーズベルトが自分の信念を持ち続けたように、自分自身を信じることが大切。自分の強みやこれまでの成功体験を振り返って自信を持つことが、恐怖に立ち向かう勇気を育むんだ。4、ポジティブな視点を持つ。困難な状況でもポジティブな側面を見つけることが大事。ルーズベルトも多くの困難に直面しながらも、常に前向きな視点を持って行動していたんだ。日常の中で小さな幸せや成功を見つけることでポジティブな気持ちを保とう。5、挑戦を楽しむ。
ルーズベルトは多くの困難を乗り越えてきたけど、それは挑戦を恐れなかったからなんだ。新しいことに挑戦することを楽しむ気持ちを持つことで、不安や恐怖を乗り越えやすくなるよ。段階を作って一つずつクリアしていけばいいんですね。ただルーズベルトさんのように、もし歩けなくなるなんて大きな壁が立ちはだかったら萎縮して動けなくなっちゃうと思うんです。どうしてルーズベルトさんは希望を諦めずに行動できたんだろう。そうだね、ハミルさん。ルーズベルトのように大きな壁が立ちはだかった時に希望を諦めずに行動するのは本当に難しいことだよね。彼がどうしてそれを乗り越えられたのか、また項目別にまとめてみたよ。1、強い目的意識。ルーズベルトには国を良くしたいという強い目的意識があった。彼は大統領として国民を導き、困難を乗り越えることに強い使命感を持っていた。このような強い目的意識が彼を支え続けたんだ。2、支援ネットワーク。彼には家族や友人、同僚など多くの支援者がいた。妻のエレノア・ルーズベルトは特に彼を支え続け、彼が困難に立ち向かう力を与えてくれたんだ。支援ネットワークの存在が彼の心の強さを保つ大きな要因だった。3、小さな成功の積み重ね。ルーズベルトは小さな成功を積み重ねることで自信を持ち続けた。ポリオのリハビリでは一歩一歩の進展を喜び、それが彼の自信と希望を支えたんだ。小さな成功を喜ぶことが大きな困難に立ち向かう力を与えてくれる。4、楽観的な視点。彼は常にポジティブで楽観的な視点を持ち続けた。どんなに困難な状況でも必ず解決策があると信じ、自分の可能性を信じ続けたんだ。この楽観的な視点が彼の心の強さを支えた。5、経験と学び。ルーズベルトは多くの経験から学び、その学びを生かして行動した。彼の過去の困難や挑戦から得た教訓が彼の行動力と希望を支える基盤となったんだ。過去の経験を生かして未来を切り開く姿勢が彼を強くした。ルーズベルトが希望を諦めずに行動できたのはこれらの要因があったからなんだ。私たちもこれらの教訓を生かして困難に立ち向かうことができるんじゃないかな。少しすっきりしました。ルーズベルトさんのお話はもう本当にすごすぎて、私とは別次元のお話として聞いていたんですけど、このディスカッションを通して私でも真似したり近づける可能性があるんじゃないかって思いました。見てくださっている皆さんはどう感じましたか？ぜひコメント欄でお話しできたら嬉しいです。よかったら私へのアドバイスもあったらお願いします。今日はルーズベルトさんについて教えていただきありがとうございました。私も頑張ります。ここまで見てくださりありがとうございます。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは恐れずに挑戦することができますか？この動画ではフランクリン・D・ルーズベルトの唯一恐れるべきは恐怖そのものだという言葉を通じて、彼の生い立ちから政治家としてのキャリア、そして彼がどのように困難を乗り越えたかを見てきました。彼の言葉と行動は私たちにも恐怖を克服し前に進む勇気を与えてくれます。ルーズベルトのように強い信念を持ち続け、小さなステップから始め支え合うことで私たちも困難を乗り越えられるでしょう。彼の教訓を胸に日々の生活に役立てていけたらいいですね。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。